同期が俺の開発成果を横取りして昇進しようとした結果、この機能は全部俺が作った。コミット履歴見せようか。今日は同期に開発成果を横取りされそうになった話をしていく。俺は28歳のウェブアプリケーションエンジニア。中堅の IT 企業で働いて5年目になる。フロントエンドもバックエンドも両方やるフルスタックエンジニアだ。半年前、会社で大型の EC サイトリニューアルプロジェクトが立ち上がった。クライアントは年商100億円を超える大手アパレル企業。その中で俺が任されたのが新しいレコメンド機能の開発だった。ユーザーの購買履歴や閲覧履歴から AI で最適な商品を提案するシステムだ。おう、すごそうじゃん。まあな、かなり大規模な開発になることは分かってた。 Python 使って機械学習のモデルを構築して、それをリアクトのフロントエンドと Node.js のバックエンドで統合する。さらに AWS でインフラ構築して CI/CD パイプラインも整備した。一人でそんなに？基本的には一人で担当した。もちろんレビューとかは他のメンバーにもやってもらったけどな。開発期間は3ヶ月。毎日終電まで残業して休日も出勤した。機械学習のモデル精度を上げるために何度もチューニングして、フロントエンドの UI もクライアントから何度もダメ出しされた。バックエンドのパフォーマンス改善も大変だった。何万件ものデータを高速で処理しないといけないからな。お疲れ様。めっちゃ頑張ったんやな。そしてついにリリース日を迎えた。新しいレコメンド機能は大成功だった。クライアントからは売上が3倍になったと大絶賛された。素晴らしい機能です。ユーザーからの反応が最高です。コンバージョン率も大幅に向上しました。上司からも褒められて、このまま昇進できると思ってた。おめでとう。一致すごい。しかしそこで事件が起きた。リリースの翌週、同期のたかしが突然言い出したんだ。このレコメンド機能、実は俺が開発したんだよね。は？イッチは俺の手伝いをしてただけ。設計も実装も全部俺がやった。何言ってんだお前。全部俺が一人で開発したんだぞ。証拠案の、は？なんやこいつ。いや、たかしはコードレビューで質問してきただけだろ。開発には一切関わってないはずだ。いや、俺が作ったコードをお前が整理しただけ。課長にもそう報告済みだから。なんだと？俺はすぐに課長のところに行った。課長、たかしの話は嘘です。開発したのは全部俺です。待て待て。たかしからも話は聞いてる。彼によると、君は補助的な役割だったそうだが。そんなわけないです。じゃあ証拠はあるのか。君が開発したという証拠を見せてくれ。証拠って Git のコミット履歴を見ればわかるはずです。たかしによると、君のアカウントでコミットしてただけで、実際のコードは彼が書いたらしいぞ。そんなバカな。とにかく、今は両方の言い分を聞いた段階だ。もっと具体的な証拠を用意してくれ。信じられなかった。3ヶ月も必死に開発した成果を横取りされようとしてる。ありえない。クズすぎる。課長も信じないとか。それからたかしの暗躍が始まった。やつは部長や役員に積極的にアピールし始めたんだ。部長、例のレコメンド機能ですが、私が設計から実装まで一貫して担当しました。機械学習のアルゴリズムも私が選定しました。そうか、素晴らしい成果だな。君は次期リーダー候補として期待しているよ。嘘だろ。たかしは完全に俺の手柄を奪おうとしてる。最低だな、許せん。しかもやつは周囲に俺の悪口を言い始めた。たかしさん、本当に機能開発したんですか？ああ、俺が設計から実装まで全部やったよ。すごいですね。イッチはちょっとコードの整理を手伝ってもらっただけ。本人は自分が開発したって勘違いしてるみたいだけどね。俺はその場にいたが何々も言えなかった。イッチさ、嫉妬するのやめてくれない？手伝ってもらっただけなのに自分の手柄だって騒ぐの恥ずかしいよ。お前が嘘ついてるんだろうが。はいはい、証拠もないのに騒がないでよ。クソ。さらに悪いことに同僚たちもたかしを信じ始めた。一致、ちょっと大人げなくない？たかしが開発したって言ってるんだし。いや、
でも証拠がないなら何とも言えないよね。俺は完全に孤立してしまっつらい。イッチ頑張れ。た。ある日クライアントとの定例会議があった。そこでもたかしは嘘をつき続けた。レコメンド機能、本当に素晴らしいです。開発された方々にお礼を言いたいです。ありがとうございます。私が開発しました。ちょっと待ってください。開発したのは俺です。君、会議中だぞ。クライアントの前で何々をやっているんだ。でも後で話を聞く。今は黙っていろ。会議後課長に呼び出された。君はクライアントの前で何々をやっているんだ。会社の評判を落とす気か。でもたかしが嘘をついているんです。だから証拠を出せ出せと言っているだろう。今回の件で君の評価は下がったぞ。そんな。それどころかボーナス査定も最低ランクにされた。ひどすぎる。理不尽すぎ。その日の夕方、たかしが俺のところに来た。よう。一致。もう諦めたらどうせ証拠なんてないんでしょう。俺はこれでリーダーに昇進できそうだし、お前の頑張りに感謝するよ。てめえ。ぶっ殺したい。こいつマジでクズ。許せん。その夜俺は決意した。このままたかしの嘘を許すわけにはいかない。完璧な証拠を集めてあいつを完全に論破してやる。頑張れ一致。やったれ。期待してる。俺はその日から証拠集めを開始した。まずは Git のコミット履歴を徹底的に調べた。 Git、ログ、ボール、オーサー、一致で全コミットを確認。結果は明白だった。レコメンド機能に関する全てのコミットが俺のアカウントからだった。コミット数は347件。全て詳細なコミットメッセージ付きだ。次にたかしのコミットを確認した。 Git、ログ、ボール、オーサー、たかし。結果レコメンド機能に関するコミットは0件。完璧じゃん。これで証明できるな。さらに詳しく調べた。各コミットの差分を見ていくと、初期のプロジェクト設定、機械学習モデルの実装、データベース設計とマイグレーション、React のコンポーネント作成、Node.js の API エンドポイント実装、テストコードの作成、パフォーマンスチューニング、ドキュメント作成。すべて俺が一人で書いたコードだ。次にコードレビューの記録を調べた。 GitHub のプルリクエストを確認すると、たかしが俺のコードにレビューコメントを大量に残してた。しかも内容は基本的な質問ばかりだった。このモデルはどうやって学習させるんですか？ React のコンポーネントの使い方を教えてください。この API の仕様がよくわかりません。全部開発者じゃなくてレビュアーの質問だ。これは決定的だ。言い逃れできないな。さらにスラックとメールのやり取りも保存した。たかしが俺に技術的な質問を何度もしてきた記録。俺がたかしに実装方法を説明している記録。たかしが勉強になりますと返信している記録。全部スクリーンショットで保存した。そして決定的な証拠を見つけた。たかしのブランチを調べたんだ。するとやつは俺のコードを丸ごとコピーして自分のローカルブランチに保存してたんだ。しかもコメントまで全て同じ。完全なコピーペーストだ。完璧だ。これで論破できる。でもこれだけじゃまだ足りない。クライアントに直接確認を取ることにした。俺はクライアントの担当者に個人的にアポを取った。カフェで会って事情を説明した。そうだったんですか。実は私もずっとイッチさんが開発されたと思ってました。だって全ての説明をしてくださったのはイッチさんでしたから。技術的な質問にも全てイッチさんが答えてくれました。たかしさんは会議に同席してただけでしたよ。それを書面で証言していただけますか？もちろんです。正しいことをしてくれる人を応援したいですから。良いクライアントだ。これで完璧だな。その夜俺は全ての証拠をまとめた。証拠1、Git コミット履歴347件。全て俺のアカウント。証拠2、たかしのコミット数0件。証拠3、コードレビューでのたかしの基本的な質問。証拠4、スラックとメ
メールでのやり取りのスクリーンショット、証拠語、たかしのコピーペーストコード、証拠録、クライアントの証言書、完璧な証拠パッケージの完成だ。これでたかしは絶対に言い逃れできない。様、期待してます。やったれ一致。翌日、俺は部長に直接報告を要請した。君から直接、一体何々の話だ。レコメンド機能の開発について重要な報告があります。事実関係を明確にする必要があると考えています。わかった。役員会議で時間を取ろう。たかしにも同席してもらうぞ。もちろんです。いよいよだ。楽しみ。役員会議室に部長、課長、たかし、そして俺が集まった。それでは一致から説明を聞こレコメンド機能の開発者について事実を証明します。まず Git のコミット履歴をご覧ください。レコメンド機能に関する全347件のコミット、すべて私のアカウントから行われています。う。ちょっと待ってください。それは私が一致のアカウントを借りてコミットしたからです。ではなぜたかしさんのアカウントからのコミットは0件なんでしょうか。こちらがたかしさんのコミット履歴です。それは次にコードレビューの記録です。たかしさんは私のコードに何度も基本的な質問をしています。このモデルはどうやって学習させるんですか。リアクトのコンポーネントの使い方を教えてください。開発者がこんな質問をするでしょうか。確かに。それは勉強のために聞いただけで。さらにスラックとメールのやり取りもあります。たかしさんが私に何度も技術的な質問をしている記録、私が実装方法を説明している記録、そしてたかしさんが勉強になりますと返信している記録です。これはそして決定的な証拠です。たかしさんのローカルブランチから発見したコード、私のコードと完全に一致しています。コメントまで全て同じです。それは参考のためにコピーしただけで。最後にクライアントからの証言書です。クライアントは私が全ての説明を行ったと証言しています。技術的な質問にも全て私が答えたと。たかしさんは会議に同席していただけだと。たかし、これはどういうことだ。それは私も一部は手伝って、どこを手伝ったというんだ。証拠を見る限り君は何々もしていないじゃないか。すみません。他人の成果を横取りして昇進しようとしたのか。会社の信用を失墜させる行為だ。様、完全論破。スカッとした。たかし、君を降格処分とする。今回のプロジェクトからも外す。ボーナスも全額カット。当然昇進候補からも除外だ。そんな今後このような行為が発覚した場合は懲戒解雇も辞さない。そして君のレコメンド機能は素晴らしい成果だ。君の課長に昇進させる。ああ、新しい技術チームのリーダーだ。それと特別ボーナス100万円を支給する。ありがとうございます。その後クライアントから感謝のメールが届いた。正しい人が評価されて本当に良かったです。今後も御社とお付き合いしたいと思います。たかしはその後社内での信用を完全に失った。誰もやつと仕事をしたがらなくなった。3ヶ月後、たかしは退職していった。当然の結果だな。自業自得。俺は新しいチームを率いて次々と新しい機能を開発していった。クライアントからの信頼も厚くなり、新規案件も次々と受注できるようになった。今回の件で学んだこと、証拠はしっかり残しておくべきだということ。 Git のコミットログも Slack のメッセージも全てが自分を守る証拠になる。日頃から証拠を残す習慣をつけておくことが大切だ。そうすればいざという時に自分を守れる。ログは嘘をつかない。証拠大事。一致オツでした。以上、同期に手柄を横取りされそうになった話でした。最後まで読んでくれてありがとう。オツ、スカッとした。一致、グッジョブ。続き待ってるで。